お電話ありがとうございます。おじいの朗読者です。本日の朗読も最後までお楽しみくださいませ。人形の首。私は人形が好きなのですが、その人形で一度だけ怖い思いをしたことがあります。これはその時の話です。幼少の頃から私は一人で過ごす時間がほとんどでした。母は私が物心ついた時にはすでにシングルマザー、看護師で不定期な勤務をしていましたので、すれ違いの生活です。たまに隣町からおばあちゃんが来てくれましたが、足が悪いので月1回くらいしか顔を合わせませんでした。さらには私自身が内気で人見知りな性格でしたから、友達もゼロ。遊び相手といえば、所有している人形たちしかいなかったのです。それでも寂しいと感じることはさほどありませんでした。それほどに私は人形との遊びに没頭し、熱中していたのだと今では思います。人形との遊びは主にままごとでした。様々なタイプの人形がいましたが、それぞれにちゃんと役割があります。家や学校なども準備し、動かすのはすべて私でも、そこに描かれる人間模様は自画自賛ですが飽きないものでした。自分だけの世界が確かに存在していて、私はそれに酔いしれていたのです。ある日のことです。朝起きると、母はまだ寝ていましたが、作り置きの食事がテーブルへ置いてあります。温め直してテレビを見ながら食べ終えると、通学の時間になりました。一応出かける前には母へ声をかけますが、母は起きたり起きなかったりです。いつもの通学路を歩いていると、ゴミ捨て場にいつもより多くのものが置いてありました。粗大ゴミの回収日だったのだと思います。その中に人形の首だけが転がっているのが見えました。体は完全に壊れてしまったのかありません。人形の頭は3センチくらいの大きさでしょうか。目が合った瞬間気にはなりましたが、これから学校なので持っていくわけにはいきません。学校が終わって帰り道し、まだ粗大ゴミが置いてありました。人形の首もそのままあって、それを見た私は迷わず拾って持ち帰り、我が家の一員に加えたのでした。人形の額には少し傷がありましたが、そんなものは気にするどころか、その子オリジナルの特徴でいいものです。首しかないので、そのままの姿で遊んでいましたが、突然仲間が増えたことで、転校生が来たかのような興奮で、ままごともいつも以上の熱が入ります。途中、トイレへ行って戻ると、どこから入ったのか、部屋に見知らぬ女の子がいて、私は固まりました。
私も一緒に遊んでいい？私と同じくらいの年齢でしょうか。長い髪をしていて、見たこともない人です。普通ならばありえない状況なのでしょうが、その頃の私たちの地域では、それが普通でした。おばあちゃんも勝手に家へ入っていましたし、近所の方もよく出入りしていました。私もたまによその家でご飯を食べたりと、まあ、そういう時代だったのだと思います。断ることもできませんから、仕方なく、私はその子と人形遊びをしました。ところが、これが思った以上に楽しくて、気がついた時には、外も暗くなっていました。お腹すいたね。何か食べる？私がそう聞くと、女の子はうなずきます。そこで私は台所へ向かい、冷蔵庫から適当に食料を持って戻ると、女の子はいなくなっていました。あれ？と思いましたが、まあ勝手に入ったくらいだから、勝手に帰ったのか、と思い、あまり気にしなかったのです。それよりも楽しくて興奮した私は、夜もなかなか寝つけないくらいでした。それからというもの、その女の子はちょくちょく家へ来て一緒に遊ぶようになりました。女の子は A という名前だそうで、どこに住んでいるのかは言わず、突然現れては消えるのですが、そんなことが気にならないくらい遊ぶのが楽しかった記憶が強くあります。なんだか最近明るくなったわね。母やおばあちゃんからは、A と遊ぶようになってからよくそう言われるようになりました。私自身、友達ができたことで自信がついたのかもしれません。この頃から自然と友達も増えてくるようになっていきました。A と遊ぶことが日課になりつつある頃、お腹すいたね。私が A にそう言うと、A は、じゃあ、これ食べる？と言って、大福を2個出しました。2個あるから、2人で食べよう。え、ありがとう。空腹に甘いものは嬉しくて、私はあっという間に食べ終えてしまいました。その様子をニコニコしながら見ていた A は食べようとしません。美味しかった？私のも食べていいよ。え、いいの？いいよ。私お腹空いてないから。悪いなと思いつつも、私は好意に甘えていただくことにしました。ですが、パクッと口に入れた瞬間、異変に気づきます。大福なのに甘いどころか苦い。反射的に吐き出そうとすると、A がパッと動いて、私の口を手で塞ぎました。友達なら食べてくれるよね。払いのけようとしても、A の力は恐ろしく強くて、びくともしません。大福とこみ上げてきた嘔吐物で、ついに息もできなくなってしまいました。A はそんな私を見ながらニヤニヤし、私は気が遠のいていくのを感じました。気がつくと、私は病院のベッドに寝ていました。も
何やってるのよ。そう言って、ベッドの隣に座っていた母が、私を抱きしめます。私には何が起きたかわかりませんでした。聞いた話によると、母が帰宅すると、私が部屋で倒れていたそうです。唇と顔の色から瞬時に窒息だと判断した母は、その場で応急処置。口に入ったものを吐き出させ、呼吸を確保した後、救急車を呼んだのだとか。医者からは、もう数分遅かったら、取り返しのつかない事態になっていたかもね、と注意されました。母からも、もうバカなことはしないで、と怒られましたが、私にはいまいち理解ができません。あんた、人形の首が喉に詰まって窒息してたんだからね。私は A にもらった大福が詰まって窒息したのでは？一体何が起こったのでしょうか。母と家に帰ると、私の喉に詰まっていたという、あの日拾った首だけの人形が、家中どこを探しても見つかりません。すると母は言いました。あの人形の首、見たことあるんだよね。え？額にも傷があったし、あれ、お母さんが子供の頃に遊んでた人形とそっくりでさ。あんたが最近仲良くして遊んでた子、なんていう名前だったっけ？A か。お母さんがその人形につけてた名前も A なんだよね。え？どういうこと？私の喉に詰まった人形の首が何だったのか、結果的にはわからずじまいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。またのご連絡お待ちしております。